こんにちは、ホロロです。Netflix で配信中のドラマ3体の感想後編とシーズン2に向けた考察をお届けします。前編1から4話の感想はすでに配信しているので合わせてご覧ください。本動画はドラマ視聴済みの方向けにお話ししています。ネタバレありでお話ししますのでご注意ください。原作の核心に触れるネタバレはありません。はじめに簡単に自己紹介を。僕ホロロはドラマを中心に取り上げる配信者。こちらのブログワンコタンとしおりの森のワンコタンさんによって乱気に太陽を出現したぐらいの熱量で3体ワールドへ勧誘されどっぷりと浸からせていただきました。ワンコタンとしおりの森では3体をさらに味わえる情報がたくさん、概要欄のリンクから飛べるのでぜひ読んでみてください。3体はこちらの原作3部作の他にガイデンの3体0、原作者公認の二次創作3体 X 感想の空があります。僕はこれらも全て読了。またドラマはテンセント版全30話も視聴済みです。今回は3体を余すことなく網羅している僕が1話ずつ気になったポイントをざーっと解説していきます。ぜひご覧ください。5話ジャッジメントデイ。5話にて早々に原作3体1におけるクライマックスナノ繊維を利用した前代未聞の作戦が開始。原作では孤相作戦と呼んでいます。この作戦はエヴァンズたちから3体人のメッセージを奪取するために組まれました。ナノ繊維を利用するということでオギーにスポットライトが当たります。しかしこの作戦が大量の人命までも奪うのは火を見るより明らか。自分の研究が軍事転用されることにオギーは悩みます。ノーベル賞に名を残すアルフレッド・ノーベル。彼はトンネル工事などをスピーディーに進めるためにダイナマイトを発明しました。今回のオギーも同じ心境だったのでしょう。さてテンセント版や3体1の主人公ワンミョウも同じ壁にぶち当たります。ここらの展開は大体同じなのですが、えげつなさを Netflix 版が一番。ジャッジメントデイには老若男女様々な信者たちが挑戦しています。その中には子供たちの姿も。オギー製ナノ繊維はターゲットを選びません。スパスパと全てを輪切りにしていきます。こうして容赦のないジェノサイドは敢行され、トマス・ウェイドたちは3体人のメッセージが詰まったハードディスクを手に入れることができたのです。対してテンセント版では乗船しているのがなぜか極悪人ばかり。できれば人の命を値踏みするようなことはしない方がいいのでしょう。それでも純粋無垢な子供たちが犠牲者にならなかったことにまだ救いを感じてしまいます。ただいろんな人種年代の方が乗っているというのは一つの宗教団体と考えれば当然のことでリアリティがあるんですよね。あえて胸くそ悪い展開を見せてでもリアリティを追求した Netflix 版ドラマスタッフのクリエイター魂を感じました。でもあれまで映したのは悪趣味、精神耐えかねるレベル。まあオギーの物語に深みをもたらした演出だったことは間違いないでしょう。なお3体ファンのワンコタンさんでもこのシーンを全部飛ばしたそうです。恐怖のシーンなのですが迫力や表現に力が入っていることは確か。船が綺麗にカットされ機関室が破壊されコントロールできなくなり座礁するまでの過程は Netflix 版とテンセント版で酷似していました。ここも比較が面白い部分です。ところで3体文明がエヴァンズを見限ったことでオギーの視界のカウントダウンが止まりました。個人的にここがちょっと腑に落ちていません。信用できなくなったエヴァンズたちを処分しようと決断した3体文明ですが、果たしてカウントダウンを止める合理性はあったのでしょうか。このことでオギーの研究は一歩先へ進むことになり、地球人の基礎物理学の発展を妨害したいという3体文明の意図に矛盾しないのでしょうか。またオギーの意思を汲み取ることなく目先の利益にとらわれて研究が再開されそうな展開がありました。これも原作にはない描写だったのですが、カウントダウンがどんどん減っていき焦るオギーの切迫感が物語に緊張感をもたらすいいスパイスになっていたと思うんですよね。しかしこれもオギーが自ら研究を再開したことでなかったことに、オギーにとってはカウントダウンが止まってよかったのですが、ちょっと展開的には惜しく感じてしまいました。そうそう、量子コンピューターのソフォンの存在も明らかになりました。11次元に展開するシーンは荘厳でしたね。ドラマで初めて11次元の概念を知った人も多いでしょう。わけがわからなかったですよね。全然気にしなくてもいいです。とにかく小さくて亜高速で飛ばせるのでいち早く地球に到着してスパイ活動を行っているコンピューターだと思ってください。どうして11次元だとそれが可能なのか原作を全部読んだ僕でもよくわかってません。それでも最後まで楽しめるから大丈夫です。ワンコタンさんのブログでは図解で説明しているのですが、彼女の結論もなるほどわからんとのことでした。ここまでで原作における3体1の話は終了。怒涛の勢いで3体2国安心理、そして3対3死神衛星のエピソードに突入していきます。6話西軍計画。原作でいう3対1のストーリーが終わり3対2、3に突入したことではたと気づきました。主要な登場人物に原作のキャラクターたちの役割が割り振られているのです。前回の動画でもお話ししましたが、これがこのドラマのうまいところ。当初は原作3対1の主人公であるワミヤの役割をみんなで分け合っていました。しかし原作の3体シリーズ3部作は主人公が交代して物語が継がれていきます。6話からは3対2、3対3の映像化。そうなるとオックスフォード5はどうなるのでしょうかと首をひねりたくなるところ
ころで彼らには3対2、3対3の役割が割り当てられるのです。原作を知っていると、実はジンが原作の〇〇だったという設定の回収が驚きを伴って行われるんですね。この驚きは原作を読まずにドラマを一周してしまった方でも得られます。それはつまり逆に原作を読むとドラマのジンがここで登場するのかと、その構成の妙にうなることができるのです。ラジ、ジン、ウィルが原作の誰と繋がっているのかの考察はネタバレを防ぐため本動画の最後でお話しします。原作既読済みの方はぜひ答え合わせしましょう。3体艦隊が地球に向かってきます。しかしそれはなんと400年後。このスケール感驚きですよね。400年後に来ると言われてもその危うさが全然ピンときません。日本で言えば今から400年前は江戸時代初期です。江戸時代の人に400年後異星人が地球を侵略しに来ると話したらどんな反応されるのでしょうね。現代が舞台の本作では、たとえそれが4世紀後であろうと、三体人の宣戦布告に世界中が大混乱に陥っていました。さて、ここでちょっとおさらいをしておきましょう。1、なぜ400年もかかるのか。地球に対して亜高速でソフォンを送りつけるほどのテクノロジーを有する三体文明でも、宇宙艦隊規模となると最速で高速の 1% までしかスピードが出せません。いやー、それでもめちゃめちゃ速いんですけどね。光の速度はおよそ秒速30万 km。ちなみに1秒で地球を 7.5 周します。ということは三体観測の最高速度はおよそ秒速 3000km。対して地球で一番速い有人機はアメリカのアポロ計画に使用されたサターン V ロケットです。その速度はマッハ33、およそ秒速 11km です。273倍もの差があります。2、恵まれた環境。それだけテクノロジーに差があるなら地球文明恐るるに足らずなのではと考えるのが僕のような一般人。400年間で地球の文明は飛躍的に成長し、三体人のテクノロジーを上回ってしまうと予測されてしまいます。そこで前もってソフォンを送り込み、地球の基礎物理学の発展を阻止しようというのが三体文明の非常に陰湿な作戦です。話を戻すと、江戸時代の人が400年後の未来に人類が地球を飛び出して月に旗を差し、世界中とリアルタイムで通信し、寿命が100歳以上まで伸びているなんて想像しうるでしょうか。どう考えても荒唐無稽な話です。だから今を生きる僕らも400年後どんな進化を遂げているかなんてわからないんです。加えて地球人には大きなアドバンテージがあります。それは環境。三体人はゲームで示唆されたような過酷な環境で滅びと再生を何度も何度も繰り返し、途方もない時間の末に作中で描かれているほどのテクノロジーを手にしました。しかし地球はそうではありません。太陽が1個しかない規則正しい世界で僕ら地球人は文明を開花させました。絶滅の危機に苛まれることもなく、ここまで歩みを止めずに人類史を刻み続けたのです。その速度は三体人にとって驚異的でした。このままではあっという間に地球人のテクノロジーは三体人のそれを追い抜いてしまうのです。そこでこれ以上の基礎物理学の発展を食い止めるために三体人はソフォンを送ってきたということでした。いや、原作者劉慈欣氏の想像力には驚かされるばかりです。実はそこまで地球人の可能性にビビっている三体人、そんな彼らが僕らを虫けら呼ばわりするなんて、なんともおこがましいですね。ここに来てトマス・ウェイドの存在感が増してきました。三体人の来襲は400年後で、その時代まで彼が生きられるはずもないのですが、全身全霊で対抗手段を講じます。原作ではもっと後の時代で活躍する人物なのですが、彼を早々と登場させたのは英断だと思います。その極端ともいえる異星人に対する排他的な思想で物語をぐいぐい引っ張ってくれますね。ウェイドは祖母のお返しとばかりに三体艦隊に探査機を送ろうとします。しかも高速の 1% という速度を実現させた上でです。忘れてはならないのが、祖母によって基礎物理学の発展を封じられているので、現段階での手持ちのカードで勝負しなければなりません。よくこんな状況で高速の 1% に挑もうと思ったものです。ウェイドの胆力も評価に値しますが、この問題に答えを出したジンもすごい。核爆弾を宇宙空間で爆発させ、その爆風をもって段階的に加速していくのです。理論上は核爆弾1000個で高速の 1% を達成できます。海底計画と名付けられたこの作戦は原作でも刊行されます。ここで面白いのがオギーに協力を仰ぐところ。ナノ繊維の研究をしているオギーは3対1の主人公であるワンミャオを一番色濃く受け継いでいるキャラクター。3対1のエピソードが終わると同時にオギーの出番も減っていきそうなものなのですが、全然その気配はありません。ということは原作のファンはワンミャオが3対2以降に関わったらどうなるかのイフストーリーを見ることができるのです。これは熱い。個人的に Netflix 版一番の評価ポイントです。もう一つ気になったのが、物理学にとって重要な粒子加速器を月に設置するという作戦。ソフォンの活動範囲を狭めるために地球と月の間を何度も往復させるというのです。片道3秒。多分ジョーク止まりですが、これは原作に存在しない計画。というのも、原作では3対2の時点で数多くのソフォンが襲来し、地球全域を見張られている状態なんです。このソフォンが2台しか来ていないという状況が、三体人の妨害を打破できるきっかけになるのではないでしょうか。
7は全身あるのみ。コールドスリープの技術が完成しました。SF ファンの間ではおなじみ。おそらく今の技術でも実現可能に近く、かつ実用的な未来へ向かうタイムスリップの方法でしょう。それにしてもこの技術の完成にソフォンの妨害はなかったのでしょうか。考える理由は2つ。1つはコールドスリープという技術は物理学の範疇ではないから。ソフォンは素粒子レベルの介入しかできず、生物学の妨害はできないようです。そしてもう1つの理由は、ソフォンはある程度の技術レベルを超えなければ妨害してこないという特性があるせいです。コールドスリープの完成を喜んでいる程度では、3体児にとって虫キャラ程度の存在ということなのでしょう。原作でも核融合エンジンの発明という技術のブレイクスルーまでは成功させることができていました。しかし、ここから先は妨害により厳しくなっていくと危ぶまれています。ところで6話では高速の 1% の航行を実現するには極力重さを軽くしなければならないという話が出ていました。コールドスリープを完成させたところで人間が乗り込んでしまうと航行に時間がかかりすぎて、目覚めて反撃の構成に出る頃には3体艦隊はもう地球の目前でしょう。ということでコールドスリープは3体児にとって取るに足らない技術。代わりに飛ばされることになったのはウィルの脳。これまで全然活躍してこなかった彼ですが、やっとその機会が訪れたと思ったら脳だけくり抜かれて無限の彼方へさあという状況です。しかし地球の技術では脳の抽出はできても復活させることができないので、彼がどうなるかは3体人の公式診断より。この計画を立案したのはウェイドですが、そもそも海底計画がなければ成立しない話。その海底計画を思いついたのがウィルが片思いする相手のジンだったというのはなんとも皮肉な話です。タチアナが再登場しました。こちらは完全オリジナル展開。3体人に見限られたと思い込み隠遁生活をしていたようです。テレビを通しソフォンが話しかけてきます。ここで気になるメッセージがありました。お前は自分より大きなものの一部、我々の一部だ。これは比喩表現。いや、3体児には比喩を扱う能力がありません。比喩もある種の嘘ですからね。ということは、タチアナは本当に3体児の一部ということに、ただ腕っぷしが強い地球人という枠には収まらない気がします。3体児の指令を受けたタチアナは、イェ・ウェンジェの抹殺に動きます。なぜ3体人がこのような指示を出したかはわからないとのこと。おそらく今後も語られることはないでしょう。しかし、もともと自死を選ぶつもりだったイェ・ウェンジェにとっては望ましいことでした。彼女が死のうとしたのは救ってくれると思っていた主に見放されたから。しかし、主は彼女のことを忘れてはいませんでした。それがたとえ抹殺という形でも幸福だったのでしょう。イェ・ウェンジェの人生はタチアナの手にかかって美しく閉じたのでした。8はウォールフェイサー。ウォールフェイサー計画が始動。ソフォンが介入できない人間の思考ならば、立案した計画が3体人に筒抜けになりません。その計画を練るのがウォールフェイサー。国連の完全バックアップのもと、彼らは3体人の侵略に対する策を講じます。その真意が明かされるのは作戦が実行に移されるその日。ソフォンの監視がある以上、誰かに相談することもできないのです。もちろんウォールフェイサーは誰でもなれるわけではありません。選ばれるのは国連に選定された軍事や政治のスペシャリストたちのはずでした。ここでただの人情家という特徴しかなかったソウルが突如選ばれるというとんでも展開。しかし原作を知っていた人にとってはこの展開を薄々感じ取っていたことでしょう。原作3対2国安心理の主人公にしてウォールフェイサーのルオジー。今まで彼に該当しそうな人物がいなかったんです。これまでの展開でジン、オギー、ウィル、ラジの4人はすでに誰が割り当てられたのか予測できるようになっていました。そうなると消去法的にソウルがルオジー役としか考えられなかったのです。ただルオジーというキャラクターは覚醒するまでがなかなかのクズキャラなので、人情家のソウルとレイヤーが重ならないんですよね。ところが8話に入って急激にソウルがルオジーっぽい性格になった展開には笑ってしまいました。不本意ながらウォールフェイサーとなったソウルがどのような行動をするのかはシーズン2のお楽しみですね。レバヤと海底計画が実施。当初非協力的だったオギーもナノセールを提供してくれました。原作のファンとしてはこの海底計画を映像で見せてもらえることに感謝。字面だけだとイメージしにくかったのですっきりしました。どんどん加速していきますが途中でエラーが生じ計画は失敗。脳だけになったウィルは本来描くはずだった軌道を外れて宇宙の彼方へ消えていきました。宇宙には大気がないので空気抵抗もありません。外部の干渉がない限りどこまでもウィルは果てのない旅を続けていくのです。人類が高速の 1% に到達するところを見たかったですね。7話で仕事を終えたタチアナの元には VR ゲーム3体にログインするためのデバイスが届いていました。興奮気味に嬉しそうに被るタチアナ。これを届けたのは地球3体協会の生き残りでしょうか。謎に包まれたタチアナですが、シーズン2以降の彼女の役割には僕なりの考察があります。タチアナはウォールブレーカーになるのではないでしょうか。ウォールブレーカーは3体文明と地球3体協会によって擁立されたウォールフェイサーを打ち破る者たち。ウォールフェイサーが何を考えているかを暴き、
その計画を頓挫させることを目的としています。原作においてウォールブレイカーたちの会談は VR ゲーム3体の中で行われます。すなわちドラマにおいて彼女がゲームに招待されたのはウォールブレイカーを任命されるためではないでしょうか。シーズン2ではソウルとタチアナの頭脳バトルが見られそうです。ウェイドに接触してきたソフォンも気になります。2台しかないソフォンの片割れがウェイドの元にやってきたこと、それは3体文明が彼に一目置いていることを意味します。ソフォンが言います。着いたらあなたにある立場を用意する。作戦に組み込む。そしてウェイドの視覚を支配しカウントダウンを見せて脅しをかけます。これはウェイドが3体側につくかもしれないというフラグでしょうか。対3体を掲げ400年先の未来を見据えて前へ前へと最前線で戦ってきたウェイド、そんな彼が裏切る可能性を見せてシーズン1は終わりました。ここまで見ていただきありがとうございました。さて最後にジン、ウィル、ラジが原作の誰の役割を担っているかの答え合わせ。原作を読んでいる方は大体お気づきだと思いますが喋らせてください。ここで離脱される方もいると思うのでその前にお得な情報を含んだ広告です。興味のない方は目次から飛ばしてください。より原作に忠実なテンセント版は Unext もワウワウオンデマンドで配信中。決して古い作品ではありません。特に VR ゲーム3体の演出は Netflix 版よりも見応えがあると言っても過言ではありません。ストーリーラインも全然違うので Netflix 版と見比べるとよりハマれます。また続きが気になる方は原作の3体シリーズもおすすめ。小説を読むのが苦手という方でも大丈夫。サブスクの範囲内で気軽に楽しめる方法があります。それが Amazon の提供する本の朗読サービス Audible。今回ドラマを視聴して久しぶりに原作を読みたくなったので現在僕も利用しています。ゆっくり本を開く時間がなくても大丈夫。僕は通勤時に3倍速で聞いています。Unext も Audible も初めての方は初月無料で見放題、聞き放題なのでぜひ手に取って同志になってください。では答え合わせ。オギーとソウルはもうお話ししたのでまずはジン。彼女は3対3の主人公チェンシンでしょう。中国系の女優さんということで原作のイメージに合わせています。ただ顔立ちが僕が抱いていたイメージとは違っていてところどころ強気に見えます。ウィルはジンに恋をし星をプレゼントしたということでユン・ティエンミン。こちらも3対3の登場人物。チェンシンとユン・ティエンミンは3対 X 乾燥の空でとんでもない展開を迎えます。3対 X 乾燥の空はファンメイドの二次創作ですがあまりの完成度の高さに原作者が公認し出版された代物。3部作の続きになっているのでぜひ手に取ってみてください。オーディブルでも聞けます。ジンの恋人であるラジ。じゃあ彼も3対3から参戦かと思いきやラジはおそらく3対2から登場するジャン・ベイハイがモデル。宇宙軍に転属するシーンがあり間違いないでしょう。ただジャン・ベイハイはかなり硬派なキャラクターなので色恋沙汰にうつつを抜かすラジと性格が違っています。ジャン・ベイハイはウォールフェイサー計画とは違う形で地球人が生き残るためのプランを模索していきます。ラジもシーズン2でどんどん魅力が増していくはずです。ここまでご覧いただきありがとうございました。先ほどからシーズン2を連呼していますが今のところ何の発表もないのでこれは僕の願望。ぜひ完結まで見せていただきたいところです。3体は配信から2週間ほど経ち世界中で1560万回視聴されたそうです。もちろんこれは Netflix の週間1位の順位。ここまで人気ならシーズン2は硬いのではないでしょうか。本動画がシーズン2を前に再び注目を浴びることを願っています。それではまたお会いできますように。バイバイ。